どうもコロッケくださいです。今回はドールズフロントライン2からさくらを作ります。ドールズフロントライン2は前作ドールズフロントラインの約10年後を描いた続編で、戦術人形たちを率いて戦う戦略型シミュレーション RPG です。戦術人形とはドルフロシリーズに登場する等身大の人型ロボットで、実在の銃器を擬人化したキャラクターです。M4A1、OTS-14、百式など、擬人化はやはりロマンがありますよね。そんなドルフロですが、1月29日から新イベントが開催されており、前作で人気だった百式というキャラクターが、さくらとして新登場しました。桜急走のさくらです。お荷物をお届けに参りました。何か指示はありますか？トラック先輩、口は悪いですけど、私と同じで指揮官が心配なんですよ。かわよい。現在、さくらが弾ける限定ガチャや、さくらが活躍する限定シナリオなど、さくら成分を多量に摂取できるイベントが開催されているので、ぜひチェックしてみてください。さて、顔ができて体を作っているところですね。粘土をどんどん肉付けしていきます。上半身を一度固めてから、下半身にも粘土を盛ります。太ももは健康的なイメージにしたいので、気持ち多めに。ある程度持ったら足のラインを整えていきます。足先の造形です。筒を作ります。続いて腕を作っていきます。上半身はこの後服を着せるので、この段階ではざっくりです。ここで銃を作ります。真鍮線を芯にして、降下後に曲がったり折れたりしないようにしています。以前にも一度銃を作ったことがありますが、やっぱりこういう機械的な造形は粘土だと大変ですね。一度固めたら土台から外し、ヤスリで全体の形状をブラッシュアップします。手は銃を握り込む形に。一度固めてから手のひら側を整える。ここからは服を作っていきます。折れ目の線をスパチュラで引いて、折れ目に沿ってデザインナイフで削り、段差をつけます。スカートを固め、さらに上半身の服を作っていきます。さくらの服装は百式の頃から結構変わっています。スカートの桜部分など、以前の衣装も可愛かったですが、今の衣装もめちゃ可愛いです。ただ、ディティールが非常に細かくて作るのはかなり大変ですが、シワの造形はしっかりと焼いて固め、ここからは羽織を作ります。腕部分にアルミ製の芯を固定して、薄く伸ばした粘土を持っていきます。シワを造形します。こういう羽織などのダボっとした服の時は、シワはしっかり目に作るのを意識しています。溶剤で表面を整えて、服の装飾を追加していきます。帯についている鈴です。続いてマフラーを作ります。薄く伸ばした粘土を首の周りに巻きつけて、細部を造形。
髪の毛を作っていきます。髪の流れを意識しつつ粘土をどんどん盛る。ある程度盛ったらスパチュラで造形していきます。先の細いスパチュラで髪の流れを細かく入れます。後ろ髪も作っていきます。今回ロングの髪の毛なので真鍮線を芯にします。真鍮線の上に細く伸ばした粘土を持っていきます。固めた後にヤスリで形を整える。最後に髪飾りをつけて原型完成です。塗装していきます。まずは肌からです。足は黒タイツを履いているのですが、一旦肌色で塗って、その上にタイツの塗装を重ねます。そうすることで、肌が透けた感じのタイツにすることができます。黒タイツに透け感はマストなので、決していやらしい意味ではなく、足には桜の模様があります。かわいい。続いてスカートを塗り、マスキングをして塗り分けをします。羽織の塗装です。羽織は模様など塗り分けが多く、かなり大変です。色を変えるときには毎回、マスキング作業を挟んでいます。靴は分割しているのでマスキングなしで塗れて楽です。小物類もしっかりと塗っていきます。髪の毛は深い緑色のイメージで、単調にならないようにハイライトを意識しつつ塗ります。面相工程です。筆で慎重に色をのせます。やっと完成です。いつでも最後